んにちは、クイックアートのエリーです。今回もまたこのパウダープリントを紹介していきます。3ヶ月ぐらい前にですね、こういう布マスクのパウダープリントのやり方を紹介したんですけども、結構いろんな方にたくさん見ていただいて、ありがとうございます。すごい反響があったので、今回もまたやろうかなと思います。はい、では早速、作り方を紹介したいと思います。こちらがパウダープリントシート A4 サイズ3枚入っています。あと糊になるホットメルトパウダーっていうものも中に入っていますね。はい、で、データはちょっとあらかじめも用意してますが、斑点で印刷をします。で、一番大事なことがこの、毎回言ってますが、全色顔料インクプリンター専用商品ですので、そこだけお間違えないようにしてください。全色顔料インクプリンターについては、説明文のところに載せています。今回は、いつもと同じなんですけど、エプソンの PX105を使っていきたいと思います。デザインをちょっと普通紙に出して、ちょっと確認してみます。来ました。ちょっと大きいかな。あ、でもいいかもしれない。ちょっと大きめで。それではここからは、パウダープリントシートの方に印刷をしていきます。これちょっと前回使ったのを切ってあるので、ちょっと A4 サイズよりは小さいんですけども、この A4 サイズ幅は同じですので、前回の残りをちょっと使ってやります。で、必ず斑点印刷は忘れずにしてください。これはもともとデータを斑点にしてますので、あとはエプソンのスーパーファイン紙きれいのモードで印刷をします。で、普通紙に出した時にもう色がおかしいとか出ていないっていうことでしたら、ノズルチェックやクリーニングなどをして、きちんと出るまで、やってみてください。はい、このように、印刷ができました。はい、ちょっとこうインクを弾いてるところがありますが、この黒いところですね、ちょっとプツプツっとなってるの分かりますかね。これ乾きにくい用紙のですので、ちょっとインクがちょっと多めに出てるっていうような感じです。はい、なのでちょっと濃い色だと目立つことがあるので、ちょっとこういう水彩画調淡い色だといいかもしれないですね。ちょっと色の濃淡は、またちょっと調整していただいたり、こうモードを、普通紙きれいにしてみたりすることで、調整ができます。次のステップに移ります。今印刷したパウダープリントシートなんですけども、使う部分だけをちょっと切り取ります。はい、でちょっとわざわざこの端っこに寄せたので、このようにしてちょっとこれはまたはがきサイズで入るし、この手書きでも使えるのでもったいないので、次回何かに使おうと思います。はい、でかなり結構ちっちゃいイラストなんですけど、商品には A3 サイズの紙が入ってるんですが、かなり今小さいので、ちょっと先ほどの普通紙の上に乗せてパウダーをかけていきます。はい、でこれがホットメルトパウダーなので、ちょっと後ですね。だいたいこう真ん中のあたりにこのパウダーを、よいしょですね、このような感じで、イラストのこの全体をこう線で覆うような感じで落とします。はい、でこの両端の余白のところをこういうふうに持ちまして、これ小さいのですぐ終わるんですけど、こうさっとこう A 全体に粉を通します。はい、この時にちょっとコツとしては、こうやってたゆませるシート、結構そうですね、なんかこのままこうやってやるとちょっとやりにくいし、ちょっと手もなんか汚れるような感じなので、こうやってこう曲げてもらうとこうスッといくので、はい、
で一度でもこう通過すれば大丈夫ですので、このまま裏に返して、結構もうかなり強い力でもう全力で叩いてもらって大丈夫です。はい、これでもう付着してます。うっすらとついてるんですね。見た目にはほとんどわからないんですけども、はい、ここからは転写作業になります。まず大事なことは、硬い机の上などで作業してください。アイロン台は使わないようにお願いいたします。で今回も、クイックアートのアイロンマットを使います。ない方は、新聞紙や雑誌などクッション性のあるものを置いてください。はい、でこちらが、転写する素材のマスクです。前回はですねこのようにして広げた状態で転写したんですけども、今回はちょっとこっちの方がいいような気がしますね。こう二重にして、こう折り曲げた状態で、あんまりこう分厚いものではないので、この間に何か挟まなくてもいけるかなっていう感じですので、はい、ちょっとこのままやってみたいと思います。はい、でパウダーをつけた面を今下にこうして置いてみます。でこれ大事なことなんですが、一度こう置いたら再配置ができないので、1は一発でこう決めてください。できました。で、上からこのシリコン紙ですね、付属のこうシリコン紙を置きます。でアイロンはこう中温で使用しますので、まずはちょっとそうですね、この場合はちょっと小さいのでこう垂直にちょっとそっとアイロンを落として、これでもうちょっと仮押さえっていうような感じで仮押さえしてもらってから、こうしっかりぐーっと熱と圧力を加えていきます。でこうしっかりこう両腕を伸ばして、このようにグッグッと縦にこう押し込む感じで、これはまあいつも言ってることなんですけども、このドライアイロンだと穴が開いてないんですけども、今のようにアイロンの向きを変えてもらったりして、縦とか横だいたいまあ5秒ずつぐらい押さえてください。これイラストが小さいので、全部こう固定面に入ってるんですけども、ちょっとしっかりめにやります。これまだ少し熱いのでちょっと冷めるまで待ちます。はい、ではもうシートが完全に、冷めていますので、めくっていきたいと思います。はい、ではいきます。こうめくる時にこう押さえてもらいながら慎重にください。はい、綺麗にできました。もしこの時にこっち側に色が残っていたら、このまま紙を戻して再プレスしてください。基本的にはもう再プレスで綺麗にできると思います。はい、今回はもうしっかりやったので一発で綺麗にできました。ちょっとハッピークイックアートっていうハロウィンと何も関係ないデザインにしてしまったんですけども、お急になんかオリジナル感がすごいできました。はい、でこれで終わりでもいいんですけども、せっかくなのでちょっとだけメタリック加工も入れてみたいと思います。このハッピーとクイックアートの文字を黒くしたので、ちょこっとだけここをメタリックにすると可愛いかなと思いますので、このままやり方を説明いたします。まずよいしょ、ティッシュ1枚取っていただいて、これをかなり小さく
結構ちっちゃいのでね、小さめに、大体でいいんですけども、折りたたんでもらって、このメタリックをしたいところをちょっとこすります。こうすることで表面が荒れますので、この後メタリックホイル、箔押しの作業をするんですけども、メタリックがつきやすくなるっていう効果があるので、少し力を入れてこんな感じでアイロンマットを持ってきて、で色はですね、今回はちょっといつもゴールドが多いので、このレッドとブルーを使いたいと思います。これはちょっとメーターのこういうものなんですけども、 A4 サイズもありますので、今回はちょっとこのメーターからちょびっとだけ使いたいと思います。仮止めしてしまいます。例えばこのようにもうちょっとアイロンを置くだけである程度止まるので、でからこう置くと、両方とも覆えますね。いっぱいちょっとここだけ仮止めして、で今度こっち側、ちょっとこっち段差があるので、またちょっと折ってやりますね。こんな感じでこっちもちょっと押さえます。でここからはもうちゃんとなるべくこのメタリックのところだけに当たるようにするとなおいいかなって感じですね。しっかりぐーっとさっきと同じような感じで、このような感じで、でこれもしばらくちょっと冷めるまで待ちます。ちょっとどうなるか楽しみ。結構冷めるのが早いですね。ちょっとめくってみます。ではいきますね。まず、これ赤いハッピー。おー、かわいい。見てください。綺麗につきました。ハッピーの文字がメタリックレッドになりました。で、こっち側ですね、クイックアート。こちらメタリックブルーです。こちらも綺麗に、文字の部分だけが抜けてクイックアートがブルーになってより可愛くなりました。でもしちょっとわかるかな、ここが余分なメタリックが若干ですけどついて、こういう場合はこのテープでちょんちょんとするとだいたい取れてくれますので、こんな感じで、取り除いてください。出来上がりです。ちょっとメタリックがさりげなくキラキラっと光って可愛いんじゃないでしょうか。結構イラストが大きくて存在感がありますね。もうちょっと小さくしてももちろんいいですし、ちょっと今回は大きめにやってみました。今回は、布マスクにまたパウダープリントをしたんですけれども、このフルカラープリントだけじゃなくてキラキラのメタリック加工までできて、さらに、洗濯にも強いということで、皆さんもぜひチャレンジしてみてください。では今回もパウダープリントの紹介でした。ではありがとうございました。